皆さんこんにちは、ともみです。今日はついてるがテーマです。ついているといえば、顔にチョコレートがついてるよとか、温泉がついている部屋など、何かに他のものがついていると言いたいときによく使う動詞です。でも、ラッキーだな、今日は運がいいと言いたい時にもこのついてるという言葉をよく使います。このような感じですね。今日は運がいいな、今日はラッキーだな、今日はついてる。全部よく使う表現ですが、いつどの表現を使うかについて少し考えてみました。今日はこんな流れで進めます。まず、運がいいについてですが、これは真面目な話をしている時や、いろいろ努力して行動した結果、いい人やいいチャンスに偶然出会えたと考えている時、それから先輩やお客さんなどと話している時に使うことが多いと思います。例えば、病気になってしまった友達に、早く見つかったのは運が良かったねと言いたい時に使ったり、会社で上司に褒められた時に、今月の売り上げが良かったのは運が良かっただけです、来月も頑張りますと、ちょっと遠慮しながらラッキーでしたと言いたい時に使ったりします。このような場面で、早く見つかってついてるねとか、今月の成績が良かったのはついてただけですというのはちょっと変な感じがします。やっぱり真面目な場面では運がいいを使うことが多いです。はい、では次は運という漢字についてです。もともとこの運という漢字はすっごく昔の中国の戦争で使われていたこんな感じの車から将軍が旗を振って、前に進む様子からできていて、そこからだんだん意味が変化して荷物を運ぶという意味や運命という言葉が生まれて、さらによくいいことが起きることやいろいろ行動した結果いいチャンスをつかめたという意味で運がいいという言葉が使われるようになっています。やっぱり昔からずっと使われている表現は最近できた言葉よりもパワーがありますし、昔の厳しい戦いの中で生まれた漢字だからこそ真面目な場面で使うことが多いのかもしれません。次はラッキーとついてるです。両方すごくカジュアルで、偶然いいことが起こった時やちょっとした軽いいいことにラッキーとついてるを使います。歩いている時、偶然四つ葉のクローバーを見つけたような時には、あ、ラッキーついてると両方言うこともあります。私はこの前久しぶりに着た上着のポケットの中に500円が入っていた時は一人でラッキーと言っていました。いつポケットに500円を入れたのかすっかり忘れていたので、急に出てきた時はすっごく嬉しかったです。このように予想外の小さい幸せが起きた瞬間や、一つ一つの小さいことにはラッキーついてると両方使うことができますが、ラッキーなことが偶然2つ以上起きていて、いい流れになってる、もっといいことが起きるかもしれないと感じているときはついてるだけを使います。ですから今日はいいことがいろいろ起きていて、この後もいい一日になりそうだなと感じているときは、今日はラッキーかもしれないとはあまり言いません。今日はついてるかもしれないと言います。はい、ここからはリスニング練習です。リスニング練習では日本語が全部表示してありますから、見ながら聞いてもいいですし、
自信がある人は何も見ないで聞いてみてください。では始めましょう。私が最近ラッキー、今日はついてるなぁと思ったことは、駐車場のお金を払おうとした時に知らないお姉さんが使い切れなかったのでよかったら使ってくださいと言って私に300円分の駐車券をくれたことです。600円の駐車代が300円になったので、本当に今日はついてるなぁと思いました。このお姉さんのおかげですごくいい日になったので、私も他の人のいい一日を作れるように、小さいことでも人に親切にしたり、車を運転している時に他の車に道を譲ったり、できることをしようと思います。みんなで少しずついいことをすれば、今日はついてるなぁ、嬉しいなぁと思う人が増えて、ちょっといい社会にできるかもしれません。ここからは練習問題です。全部で6問あります。1番と2番は括弧の中に入る答えを1番から4番の中から選んでください。はい、ではもう少し考えたい人はここで動画を止めて考えてください。では答えを見ます。1番、朝からめったに見られない青い鳥を見たので、今日はついてるはずだ。朝からめったに見られない青い鳥を見たので、今日はついてるはずだ。はい、めったにというのはほとんどそのチャンスがない、とても珍しい機会という意味ですね。朝から青い鳥をもし見られたら幸せな気分になりそうですね。はい、では2番の答えを見ます。卵を半額で買えた上に商店街の抽選に当たるなんて、今日は本当についてる。卵を半額で買えた上に商店街の抽選に当たるなんて、今日は本当についてる。皆さん、デパートや商店街で行われている抽選会に参加したことがありますか？例えば1000円以上とか5000円以上買うとチケットが1枚もらえて抽選に参加できるようになるものなんですけど、その抽選に参加すると商品券、スーパーで買い物ができるチケットとかお米とかいろいろなものが当たります。皆さんはこの抽選会何か当たったことがありますか？私はあんまり当たったことがないので、いつもティッシュばっかりもらっていますけど、ティッシュだけでもなんかちょっと嬉しい気分になれます。はい、では次は3番4番です。3番4番は括弧の中から始まる漢字の言葉を自分で考えて入れてください。はい、ではもう少し時間が欲しい人は1回止めて考えてください。では答えを見ます。3番、さっきまで大雨だったのに駅に着いたら雨が止んでいて、今日はついてると思いました。さっきまで大雨だったのに駅に着いたら雨が止んでいて、今日はついてると思いました。はい、皆さんも1回ぐらいは経験したことがあると思います。私も駅に着いた時に雨が止んでいたという経験は何回かありますけど、その度についてる、ラッキーだなと思います。はい、じゃあ4番、寝坊したのにいつものバスに間に合うなんて、今日はすごくついてるかも。寝坊したのにいつものバスに間に合うなんて、今日はすごくついてるかも。皆さんも寝坊したり準備に時間がかかったりして出発するのが遅れて、いつものバスの時間や電車の時間に5分遅れて到着したけど、バスや電車も遅れていて間に合ったということもあるんじゃないでしょうか。私も何回かそういう経験があって、その度に今日はすごくついてると思います。でもできれば遅れないように
いつも時間の5分前には着くようにしたいですね。はい、では次です。5番6番です。5番6番は括弧の中に入る答えを1番から4番の中から選んでください。はい、ではまたもう少し時間が欲しい人はここで1回止めてもう少し考えてみてください。では答えを見ます。5番、半額商品がたくさんあってついてるからといって買いすぎたら結局高くなりますよ。半額商品がたくさんあってついてるからといって買いすぎたら結局高くなりますよ。はい、この問題はかなり難しかったと思います。3番のからといってという文法はてもの代わりに使うことができる文法です。てもの代わりに使うんですが、他の人に対してちょっと否定的、私はそう思いません、やめた方がいいですよとか、ちょっとネガティブなことを強く言いたい時によく使う文法です。ですからラッキーでもたくさん買ってしまったらこの写真の女性のようになりますよと注意しているシーンでよく使われる表現ですね。私もラッキーと思って半額商品をつい買いすぎてしまうことがありますから、この写真の女性のようにならないように私も気をつけたいと思います。ついてるからといって買いすぎてはいけませんね。はい、6番、ついてると思った日は宝くじを買わずにはいられません。ついてると思った日は宝くじを買わずにはいられません。これも結構難しい問題だったと思います。図にはいられませんという文法は内形と一緒に使う文法で、もう買わない状態でいることを我慢ができない。ですからもう買わないようにしようと思っても我慢ができなくて買ってしまうという時に使う文法ですね。買わずにはいられない。買いたい今日ラッキーだから買っちゃおうという感じですね。はい。でも私も今日はラッキーだな、いいことがいっぱい起きてる、ついてると思った日は宝くじを買うこともあります。皆さんは宝くじをよく買いますか？では今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。お疲れ様でした。